皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、前回に続いてロシアは制裁の影響によりソ連時代へと退化しているという話をしようと思います。なお、この話を2回続けて行う理由というのは、前回の動画に対して、一体どんなフェイクニュースを流しているんだという批判的なコメントが入ったことにより、それらのコメントを見るとどうもロシアンフレンズの人たちにしてみれば、制裁の影響は全くない。ロシアは現在もなお非常に堅調な経済や工業力を維持しており、西側の仕掛けてきた制裁など全く何の効果もないといったような主張を行っているのです。私から見ればあまりにも現実を無視しているとしか思えないような発言なわけですが、彼らにしてみればそれが報じられない本当の世界の姿なのでしょう。まあその人の頭の中だけには存在しているかもしれませんが、現実とは異なっていると私は思っています。さて、それではロシアではどのような面においてソ連時代へと帰っているのか、早速ニュースを見ていきましょう。ロシア、旧ソ連時代のモスクビッチ社生産再開へ。12月から。モスクワの市長は旧ソ連時代の自動車モスクビッチの生産を今年12月に再開すると発表した。モスコビッチは約20年前に生産が停止されたが、ロシアから今年撤退したフランスルノーの工場で再度生産することとなった。モスクワの市長は5月、モスクビッチ生産により数千人の雇用が維持されると述べ、工場の名称も変更されたが、工場はそれ以降、現在もなお稼働していない。インターファクス通信は、モスクワ市長の発言として、自動車業界は今年深刻な打撃を受けたが、産業貿易省の支援を得て、12月にモスコビッチの生産を再開できるよう期待していると伝えた。同工場は、電気自動車 EV200 台を含め、今年は600台程度、来年は5万台の生産を期待していると公表した。こちらが生産が再開されるという自動車モスコビッチです。モスコビッチの意味はモスクワっ子という意味で、ソ連時代から作られてきたファミリーカーです。なぜそのようなソ連時代の車を生産しようとしているかといえば、現代の基準から考えて標準装備と思われるようなものが、部品が全く手に入らないという事情を抱えているからです。例えばエアバッグはついていません。また、環境規制対応の排ガス浄化装置なども手に入りません。当然のように、衝突実験を繰り返して設計を見直すようなこともしていませんから、衝突安全性も非常に低いものになっています。もう一つ言うと、こうした古い自動車だけではなく、電気自動車も作りたいという話をモスクワ市長はしているわけですが、現在のロシアにおいては、電気自動車を作るためのモーターもバッテリーも作るための技術も工場もありません。中国からの輸入に頼ることとなるでしょう。制裁の影響が全くないと言い張る割には、実際にこれから作りますよとして新車発表したものが、旧ソ連時代の車を復刻させるというのであれば、これは影響があると考える方が自然ではないでしょうか。しかし、旧ソ連時代に作られたこの車を復刻するにあたっても、実現にはまだまだ問題が山積しているようです。というのも、車を作るときに必要な部品、例えば車のサスペンションなどは、ウクライナの企業がウクライナの工場で作っていたものをロシアに輸入して組み立てていたのではないかといった話などもあることから、必要な部品を揃えることそれ自体もかなり困難だと考えられているからです。ですから、この記事にもあるように、5月頃にはもう車を作ろうとしている話をしているわけですが、現在もなお実現には至っていないわけです。また、部品が手に入らないんだったら、部品が手に入るような中国から部品を全部輸入して、組み立てだけをロシアで行えば車ができるではないかといった発想から電気自動車を作ろうという話をしているわけです。中国では電気自動車の製作というものが非常に多くの企業によって手掛けられており、まだまだどこの企業が勝ち残るかわからない状況です。ですから、それらの企業の中からロシアに何とか部品を輸出してくれる会社というものを探し当てようというわけです。果たして中国基準で作られた電気自動車がロシアの非常に寒い地域においてまともに動くかどうかというのはかなり疑問符がつくところです。まあそもそもの話、ソ連時代の自動車を復刻したとなっても一体これを誰が買うんだという問題はあります。現在のロシアの人たちにしてみれば、今更このような古く安全性も全く担保されない車など誰も見向きしないでしょう。そしてこのことは全く別の問題を引き起こしています。それは日本からロシアへと輸出される中古車が急増しているのです。ロシア国内で自動車が作れないとなれば輸入しなければならないというわけで、日本車が大量に買い付けられています。
今のところ日本の規制としては、貨物用のトラック、ダンプカーなどについては、輸出そのものを禁止しています。また、産業規制として、ブルドーザーのような建設用の車両についても、やはりこちらも輸出を禁止しています。しかし、一方においては乗用車の部門では、600万円以下の自動車については輸出が引き続き許可されています。ロシア国内の生産が欧米メーカー、そして日本メーカーも作っていない状況ですから、日本からの買い付けというものがどうしても避けられないというわけです。しかし日本はこうした状況から考えると、乗用車についても輸出規制をもっと厳しくかけるべきだと私は思います。例えば、日本製のピックアップトラックや軽トラックなどは、荷台に機関銃などを装着すれば軍事用に転用することが可能です。特にピックアップトラックなどは、中東やアフリカでは改造して軍事用に使われるというのはもはや日常的な光景であり、民間の車だから軍事用に使われることはないというのも、それは誤った認識です。具体的に規制をかける方法としては、例えば軍事転用がほとんど無理だと考えられる軽自動車などについては引き続き輸出を許可するけれども、しかし輸出するにあたっては、輸出許可証の発行には1台あたり50万円とか100万円のような非常に高額な手数料を上乗せするといったような形で妨害する手があります。世界的な半導体不足によって日本だけではなく世界においても自動車の製造販売がうまくいっていない時期ですから、ロシアが国内事情によって日本の車をどんどんと買い漁るというのは規制をかけるべきでしょう。ここまでは制裁の影響によって産業がかなり衰退していることを表している一つの面を取り上げたわけですが、じゃあ軍事力の面について言っても衰退は起こっているのか、装備品の状態を見ていきましょう。こちらはロシア軍の装備が列車で運ばれているところです。貨物列車に乗せられているこの戦車は、以前皆さんにお伝えしたソ連時代の戦車 T62 の再製品です。もはや現在のロシアにおいては最新の戦車を新しく作るその能力というものが非常に低いものですから、数を間に合わせるためにはソ連時代に作られた今は保管状態のものを何とか再生するしかないというのが現状です。制裁の影響が全くないというのであれば、最新の戦車をどんどんと作って戦場へ送り込めばいいと考える方が自然ではないでしょうか。次に、ロシア軍の装備しているヘルメットについても少しご紹介しましょう。こちらはロシア兵の使っていたヘルメットを解体していく様子です。動画がちょっと長いので簡単に言いますが、ロシア兵の使っているヘルメットを解体していくと、それがソ連時代に作られたものだということが判明します。ヘルメットも古いものよりも新しいものの方が基本的には新しい設計思想や新しい使い方に応じた対応が取られていることから古ければ良いというわけでは当然のようにありません。次にロシア兵の使っていた防弾プレートについてもご紹介しましょう。防弾プレートというのは銃撃を受けた際などに最も命を失うことにつながる胴体部分を守るためのものです。ところがロシア兵の使っている防弾プレートはご覧のように兵士が押し曲げようとすれば簡単に押し曲げられるような薄っぺらいものに過ぎません。このようなもので弾を防ぎ切るというのは当然のように無理ですから、一体何のための防弾プレートなのかわかりません。最後に紹介する動画は、こちらはロシア軍側の傭兵部隊ワグネルがウクライナ軍の使っている防弾プレートについて性能評価試験をしているところです。ワグネルの兵士が防弾プレートに銃撃を浴びせました。ところが、どこに当たったんだとちょっと思うぐらいにどこにも傷は見られません。そこで兵士がナイフを使って防弾プレートを解体していきます。すると分解していくことによってようやく弾痕を発見することができるのです。少なくともこの防弾プレートを使っていれば銃撃に対してはかなりの防御力を持つことができます。制裁の影響が全くないというのであれば、最新の戦車や最新の兵器をどんどんと前線に送り込んで戦場においてウクライナ軍を圧倒すれば、それによってプーチン大統領の目指しているウクライナ占領は成功することとなります。しかし現実はどうかといえば、ウクライナ軍とロシア軍の戦いは熾烈を極めてはいるものの、少なくともロシア軍による進撃がどんどんと進んでいるという状況では全くありません。そして今回ニュースや動画で取り上げたように、ロシア本国経済は制裁の影響によって明らかにその工業力は減退しています。また戦場においても明らかに軍事力を支えている工業力の減退に伴ってソ連時代の兵器や装備品といったものを現場へとどんどんと送らなければならないという苦しい状況に陥っています。
ただし、ここで一つ注意しなければならないのは、戦争において数というのは非常に大きな力を持ちます。例えば、今回ご紹介した動画の中では、ソ連時代の戦車 T-62 を再生し、前線へ送り込んでいるということを皆さんにお伝えしました。戦車というのは対戦車兵器を持たない兵士に対しては、常に圧倒的な優勢を保つことができます。それはたとえ1960年代に製造された戦車であっても、現在でも変わらない事実です。ですから、たとえ古い戦車であっても、大量に前線に送り込めば、ロシア軍がまだまだ戦い続けることはできるのです。しかし、ロシア軍がどんどんとソ連時代へと帰っているというのは、これはまた一つの事実として、私は伝えるに値することだと思います。経済だけではありません。軍事力についてもソ連時代へ帰っているということは、それだけロシアの考えるような順調さといったものが全く見られないことを意味しているのです。ロシアの侵略に伴って行われた欧米からの制裁といったものは必ずのようにその効果が現れるまでは時間がかかるものですし、またその効果といったものも別に完全にロシア経済を破綻させるようなものではありません。じわじわと力を奪っていくようなものです。しかし、じわじわと力を失っていくことによって、現在のロシアの国力が落ちると同時に、未来の発展性についてもどんどんと失われていくこと、これもまた事実なのです。あなたは私の話を聞かれて、ロシアの経済やロシアの軍事力が制裁の影響が全くないと考えるでしょうか？それとも制裁の影響はあると考えるでしょうか？ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとコメントの書き込みをぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。